こんにちは。システム組み立てチャンネルの大滝と新堀です。新堀さん。はい。今日はどんな話題の内容ですか？今日はですね、弊社の Salesforce に関する保守運用代行サービスの新しいプランができた皆様へのご報告になります。保守って意外と人気あるじゃないですか。保守は人気ありますね。なんでですか？やっぱシステムってできたらゴールじゃなくて、そこから使っていくことが目的なので、できたからじゃあ作ってくれた人たちバイバイってしちゃうと使うのに不安だなってなるので、絶対ないと企業としては不安なんじゃないかなって思います。でもフライクが導入してる企業さんじゃないのに、なんで保守をサービス話するんですか？まあやばいの作っちゃったんでしょうね。そういう人もいるってことなんですね。はい、我々フライクからセールスフォースを導入していないけど保守で困ってる方、ぜひ最後までご覧ください。成果は努力で作られる。早速スタート。僕今フライクの代表取締役ではなく、お客さんが憑依してるんですよ。はい。お客さんなんです。はい。うちのセールスソースの環境、フライクさんに依頼してないんですけど、はい、保守って依頼できるんですか？どうしよっかな。ことあるんかい。仕方ないな。今日だけだぞ。結論可能でございます。それってでも、はい、フライクさんが導入していないのに依頼ってどうやってできるんですか？いきなりは依頼できないんですよね、やっぱり。なので我々もお客さんのことちゃんと知りたいですし、業務もそうですし、システムの中身も知らないとご支援できないので、まずは最初に調査っていう形で、Salesforceの中身を全て見せていただいて、皆さんあるんですかね？設計書。ないですよね。設計書をちゃんとお作りします。喧嘩売るね。いいね。設計書ありますかって言って見せてもらって、まず8割方ない。2割か1割ぐらいあるっていうじゃん。感動したことがない。メモ。もうわからん。じゃあその設計書をフライク社は先に作るんですか？はい、先に作ります。結構時間かかるんじゃないですか？かかります。保守の依頼して明日から保守を依頼したいんですけど、できないんですか？できないです。嫌です。無理です。そうだよね。はい、だいたい目安としてどれぐらいっていうのは環境によって違うけど、スケジュールとしてはどういうスケジュールで保守が依頼できるようになるか教えてもらっていいですか？まずは皆さんの環境を見せていただかないと、そもそもどのくらいかかるかもわからないので、ある程度のこの目安を知るためにサンドボックスの環境を見せていただいて調査をしていきます。ただ大事な環境だと思うので、きちんとですね NDA 機密保持契約を締結させていただいた上で調査をさせていただいて、その結果設計書を作るのにどのくらいの時間がかかるかっていうのを算出させていただいて、まずプロジェクトスタートっていう形になります。でも大切なセールスソースの環境、サンドボックスといえど実データを見たいってなったら、フルサンドとか本番環境を除いてもらわないと調査できないと思うんですけど、はい、フライクさん大丈夫ですか？見て。大丈夫です。プライバシーマーク取りました。イエーイ。いやー大変だったね。大変でしたね。本当大変でした。そのためにね、こんなおしゃれなオフィスにカーテンをつけて見えちゃダメですからね。そうなので執務室はカーテンを下ろしてやってます。じゃあ調査をしてもらって、はい、その調査終わりどれぐらいかかるかっていう設計書を作ってもらうのが、2ヶ月とか3ヶ月かかりました、はい、その後ってどういう風な感じでやり取りをするんですか？バックログでやり取りをします。我々がタスク管理ツールとしてバックログを使っているので、もうバックログにご招待させていただいて、バックログの中で全てを管理していくような形になります。例えば、標準の機能は自社でできるけど、カスタマイズ、例えばフローであったりとか、はい、APEX のトリガーできませんみたいなところだけの割り振りっていうのはできるんですか？はい、割り振りも可能です。ただし、設計書を作る以上、それを更新していかないと意味がないので、ユーザーさんの方で修正されたものっていうのは、ちゃんとしっかり設計書に反映をしていって、両者共有をしていくって形を取らないといけないかなっていうふうには思います。ということは、ユーザー企業さんの方で項目を変更しましたとか、トリガーいじりましたっていう時には、設計書を誰かしらがいじらないと、その環境は綺麗な状態にはならないっていう意味合いですよね。はい、おっしゃる通りです。じゃあもう必ず設計書ありきで、設計書を見たら全てが分かるような状態を作りましょうっていうのがフライク社のサービス。はい、合ってます。ぜひ皆さんが使っている IT ツールでおすすめの IT ツールありましたら、ぜひコメント欄にお願いします。じゃあ具体的に費用どれぐらいかかるのかとか、プランとか教えてもらっていいですか？はい。
まずプランが大きく2つあります。今動画見ていただいている方、おそらくセールスフォース使われてると思うので、自分の環境を想像していただくとわかるんですけど、コーディングが多いですか？全部セールスフォースの標準機能でやってますかっていう、まずこの大きく2つに分かれます。あまりコーディングしてないよ、プログラムで作ってなくて標準で使ってるよっていう方は、標準向けのサービスがあって、逆にあんまり標準してなくてほぼ作り込んでるよっていう企業さんは、作り込みをされてる企業様向けのプランがあるので、それをまず2つご説明していこうかなっていうふうに思います。まずはコーディングをあまりしてない、我々ノーコーディングって言ってるんですけど、ノーコーディングの機能が多い企業さん向けていくと、大きく4つのプランがあります。ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナっていう形で4つのプランがあるんですけど、もう違うのはシンプルで月の時間が違うだけです。ブロンズであれば月に2時間まで依頼が可能。一番大きいとこのプラチナでいくと40時間まで依頼が可能っていう形で、それぞれの時間がプランに対して割り振られているようなイメージになります。具体的にどういうふうな作業をするんですか？具体的には、例えばオブジェクトを新しく作りたいとか、項目を作ってほしい、レイアウトを変えてほしいとか、なんかレコードタイプ増やしたいなとか、入力規則作りたいな、こういうダッシュボードみたい、レポート見たい、ユーザーの入れ替えをしてくれとか、権限設定ちょっと変えてくれとか、フローを作ってくれとか、承認プロセス作りたいみたいな、たくさん話しましたけど、標準の機能、ノーコーディングでできる機能っていうところがご依頼可能になります。ただ一方で、一部開発をしているところがあるんですとか、どうしていいかわかんないから要件定義から一緒にやってくださいとか、打ち合わせもしたいですみたいな場合には対応できないってしちゃうと悲しい気持ちになる方もいるかなっていうふうに思ってるので、プレミアムチケットっていうのをご用意しております。30分1万円っていう形の金額にはなってるんですけど、ご依頼いただいた時に、じゃあこれやるんだったら何時間ぐらいかかるよっていうのをお伝えさせていただくので、その内容でご承認をいただければ、その形で追加でチケットを買っていただいて、普段できないような開発の機能であったりとか、打ち合わせ、要件定義、業務設計みたいなところっていうのもできるようになるチケットも用意してます。ミニマムはブロンズの2時間、1チケットが30分なので、4回は引ける権利があって、作業はまた別途で追加のチケットが発生するかもね、っていう形ですね。じゃあ月額2万から。はい、2万から。2万でセールスフォースの保守を依頼できると思ったら、私比較的なんか良心的なんじゃないかなと思ってて、保険みたいな感じですよね。そうですね。シルバーとかゴールドっていうのは、更新のタイミングで変更したり、ダウングレードするのは OK です。もう一つが後者の方ですね。ガリガリコーディングをして。ゴリゴリですね。ガリガリコーディングをして、もうほぼ開発して画面とかトリガーとか裏の機能作ってますよとか、外部システムと何か API 連携してますよみたいなセールスフォース環境をお使いのお客様向けのプランになっております。残念ながらブロンズがないんですけど、っていうのが2時間で開発してできる内容がないのでスモールが10時間になってるんですけど、シルバー、ゴールド、プラチナって形でそれぞれ時間に応じたものがあります。で、さっきプレミアムチケットの話をさせていただいたんですけど、こっちのプランっていうのはプレミアムチケットでできる内容っていうのが基本の内容に含まれているので、先ほどお話をした基本プランとプレミアムチケットのプラン全ての内容がこちらのプランっていうのは標準の中でできるようになっております。一方でこの標準の時間を超えてしまうこともあると思うので、その場合は普通の追加チケットっていうのを買っていただくことによって標準時間を超えた時間っていうのも追加をいただければ対応できるようなプランになっております。もしフライクに調査してほしい IT ツールや、こういう IT ツール使いたいんだけどどう思うみたいなのがありましたらコメントしてください。じゃあ具体的にこのサービスを購入してほしいお客さんってどういうふうなお客さんですか？まずは、社内にも管理者がいないとかっていう企業さん、辞めちゃったとかっていうのはありだと思いますし、内製化とかって言葉ありますけど、逆に内製化したとして退職してしまうとかっていうリスクもあると思うので、そういったリスクをもう省くために完全にもう外注しておきたいとかっていう企業さんはおすすめかなというふうに思います。じゃあ例えば採用をする予定ですと、ただそのすぐに採用できるかもわからないし、オンボーディングが時間かかっちゃうかもしれないから、半年間だけフライクさんにそのゴールドプランで依頼するとかっていうのも OK ってことですか？はい、可能です。ちなみに内製化するのと外注化するのってどっちがおすすめなんですか？これはなんか賛否両論ありますよね。私が社長だったら私がやっちゃうかなと思いますけどそれあなたができるからね。そうですけど、確かに私が全くできないシステムに疎い社長だったらもう外注化するかなって思います。
楽なので。でも金額としたらさ高いなって思わない？だってでもまあプラチナで40時間で60万100時間ぐらい依頼したいんだったらさ140万ぐらいになっちゃうじゃん。はい。高いなって思わない？経営者からすると。そんな人材いないと思います。やっぱ、はい、どういう人材がいいんですか？これをセールスフォースを内製化するもしくは外注化するときにどういう人に依頼した方がいいんですか？もちろんセールスフォースのことに詳しいっていうのは前提条件だと思いますけど、やっぱりシステムは使うものであって結果人が使うので、その人の業務をちゃんと理解してくれたりとか UX っていうんですかね、言葉としてはそういった機能面ではなくて使う人の気持ちを考えたような、いわゆるアドミニストレーターですよねみたいな知見を持ってる人っていうのがいいのかなって思います。今日の動画はここまでです。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。今日は私たちフライクのセールスフォース保守運用代行サービスについてお話をしてきました。ノンコーディングが多いお客さん向け、コーディングが多い企業さん向けでお話をしてきましたが、もしセールスフォースの運用保守に困っている企業さんいたら、我々フライクにお問い合わせ欲しいですね。はい。ちなみにフライクさん、これ月に何社ぐらいできるんですか？どのくらいですかね。5社、10社。10社いたらちょっときついかもしれないですね。体制は作ってるけど、保守といえどね、そうなんですよね、結構大変なので、すいません、10社限定です。もしこのサービスに興味を持った方は、概要欄にお問い合わせページを貼っておきますので、セールスフォース保守運用代行サービスについて詳しく教えてくださいっていう風な内容を記載の上、私たちフライクにお問い合わせをしてください。私かシンボリが対応させていただきます。では次の動画アップまでお楽しみに。バイバーイ。